今日みたいなですね、天候がいい日、撮れるうちにですね、撮影の方していこうかなと。明らかにどちらかが不利になるような撮り方。拝見した動画というのはほとんど海外の、今回はアクション6の方に F2.0 から F4.0 までの自動可変絞り。はい、皆様こんにちは。本日は DJI Osmo Action 4を使いまして元ブログを行っていきたいと思います。元ブログもですね、前回 XTU Max Pro 使いましてジャイロフローの、チェックをですね行ってきましたけれども、その後にですね撮影した映像というのがこちらになりますね。今日みたいなですね天候がいい日というのも随分と少なくなってきましたので、撮れるうちにですね撮影の方していこうかなと思うんですよね。さあ、今回のお話になるんですけれども、アクション6がですね発売されてから随分と、日にちが経過していると思うんですけれども、今までにですね YouTube の動画の方でいろいろな皆様がレビュー動画でしたりアップされておりましたので、その動画を見た感想などをつらつらとお話ししていこうかなと思っております。気になっていたところといいますのは、これはアクションカメラ全般に言えることですけれども、夜間撮影の方が弱いと。夜間に限らずなんですけれども、室内ですとか曇りの日ですとか、あと木漏れ日ですとか、そういうような太陽光がしっかりと当たらないような場所での撮影というのはやはりアクションカメラ弱いんですね。どうしても暗くなって映ってしまったり、あとノイズの方がたくさん出てしまったりというような状態が多いものがアクションカメラなんですけれども、その点ですね、アクション5 Pro が出た当時はですね、かなりそういう点は改善されてきていたんですね。で、6の方が出まして、絞り羽がついたことによってですね、何か変わるであろうかというふうに見てみましたところ、あくまでもこれは夜間撮影の時のお話になりますが、そうですね、映像が全体的に締まったようなイメージがありますね。締まったというのは引き締まったということになるんですけれども、具体的な例を一つ挙げるといたしますと、光の光源をですね映した場合、多くのアクションカメラはかなり光源からぼやーっとですね大きく光が膨らむんですけれども、そういうところはある程度適切に抑えられているかなという気がするんですよね。その辺が絞り羽と何らかの関わりがあるのかはちょっと今のところまだわからないんですけれども、もう一つちょっと良さそうなところとしてはですね、明かりの少ないところの黒い場所、暗い場所というのがですね、比較的これも引き締まったという表現があっているのではないかと思うんですけれども、どちらかというと5 Pro になってからですね、白浮きっぽいようなところが多く目立っていたかなという印象があるんですよね。それがじゃあ悪いものなのかというと、私はそうは捉えていないんですけれども、というのも若干ですね、本当に若干ですけれども、黒浮きさせることによってですね、今まで見えなかった場所ですとかというのが見えてきますので、そういう点では5 Pro の方が6よりももしかすると、全体的に明るくなっているといいますか、見えない場所も見やすくなっているのではないかなという印象はあるんですが、絵作りとして見た場合はですね、そういったような光源が締まっているですとか、あと黒い場所も引き締まっているですとか、そういうような状態
で、絵作りとしては6の方が好みかなという印象ですね。ただし一つ気になる点としてはですね、映像で比較した動画の方を拝見いたしますと、どのような設定で撮影されたのかということが記載されてないんですよね。そのためですね、明らかにどちらかが不利になるような撮り方ということは、カメラに詳しい方でしたら可能なんですけれども、そういうことをされているのかどうかは定かではないんですが、ちなみにですね、拝見した動画というのはほとんど海外の動画のことになりますので、今のところ私の感想としては、夜間撮影に関しましては、どちらかというとですね、全体的な明るさを見ると、5 Pro の方が明るく撮れるのかなという印象ですし、ただ絵作りとしては、これは好みがありますけれども、6の方がいいかなという気がしますね。これはあくまでも私の好みです。そして次はですね、絞り羽についてなんですけれども、そうですね、一眼カメラですとか、レンズを交換できるカメラですね、撮影をしてきたお方がいればわかると思うんですけれども、レンズにはですね、露出を調整したりするために、その他に絞りに関しましては、表現力ですね、を出すために使われることが多いんですけれども、で今回はアクション6の方に F2.0 から F4.0 までの、自動可変絞りというのがついていると。でマクロレンズを使った時には手動になるんだったかな。マクロレンズを使わない場合には、お任せで自動絞りというようなことになっているようなんですけれども、今までですね、何度かお話の方をしてきましたけれども、今使っておりますアクション4、あとはアクション5 Pro に関しましては、これもあくまでも私の印象ですけれども、等倍ピクセルで見たときにやはりちょっと輪郭が甘いかなという印象がありました。でアクション6に、なってからどうかなと思ったんですけれども、等倍ピクセルで比較していたり検証していたりする動画が見つけれなかったので、その辺はちょっと何とも言えないんですが、ただ絞り羽がついたことによりまして、絞りをですね、日中の明るい時なんかでは絞り羽が自動的に F4 ですとかになった場合、かなり輪郭の方がしっかりと撮れるカメラになるのではないかなという気がするんですよね。でここでちょっと勘違いをされていらっしゃるお方もいるかもしれないので、少し絞りの方のお話をしておきますけれども、絞りというのはあくまでもピントを合わせる範囲を決めるための機構であって、オートフォーカスではないのでピントを合わせるものではないんですよね。あくまでもここからここまでピントが合いますよという風に範囲を可変できるものが絞りであって、例えば絞り 2.0 ですと、その絞りの範囲が狭くなるんですよね。でその絞りの範囲のことを被写界深度と言いますけれども、カメラ用語ではないですけれども、そういったような状況を被写界深度が浅くなるという表現をします。で F4 にいたしますと、被写界深度が深くなるという表現をします。深くなるイコールですね、範囲が広くなるということになるんですが、あくまでもオートフォーカスのようにピントを合わせた場所から手前から奥までのピントの範囲が
変えることができるというものになりますので、先ほども言ったようにですね、ピントを合わせるものではないので、この辺はお間違いないようにお願いいたしますということですね。一眼カメラの交換式のレンズもそうなんですけれども、一段絞るとですね、カキッと輪郭の方がカリカリに映ったりいたしますので、そういうような状況になるのかなと。カリカリにならないにしてもかなり今までよりもシャープになるのではないかなと期待はしているんですよね。さあ、そして次はですね、以前の動画で11月の12日だったかなに撮影した動画でですね、ちらっとお話の方をしていたんですけれども、もしかしたらですね、OSMO 360という360度カメラ、CMOS センサー使ってくるのではないかなというお話をしたんですけれども、使ってきましたね。1.1 分の1型センサーかな。正直に言えばですね、こちらの CMOS センサーはですね、確かにほぼほぼ正方形なんでしたっけ。そのためですね、メリットといたしましては、ホライゾンバランシングでしたっけ、360度ぐるっと回しても水平が維持されるというようなことが 2.7K の解像度じゃなければできなかったんですが、正方形サイズにすることによってですね、4K にいたしましてもホライゾンバランシングの方が使えるというようなメリットがあるんですよね。それは確かに非常に大きなメリットではあるんですが、今までできなかったことができるようになるということですからね。大丈夫か、ちょっと路面濡れてるけれど凍ってたらこれつるっといっちゃうな。ちょっと危険だな。早くこの危険地帯抜けたいですね。今のところですね、日中の温度はマイナスにはなっていないので凍ってはいないと思いますけど、さあ、そしてですね、アクション6はですね、ブーストレンズですとかつけた場合、自動認識するそうなんですよね。ですから、いちいち設定をブーストレンズをつけましたよとか、外しましたよとか、設定する必要がないんですよね。カメラが勝手に認識してオンオフしてくれますので、そういう点は便利そうだなというふうに思いましたけれども、これからですね、アクションカメラ DJI のカメラを購入しようかなというふうに思っていらっしゃる方は、5 Pro ではなくアクション6の方を購入されるでしょうし、とはいえですね、今5 Pro もそうですし、あと、私が使っているこちらのアクション4、2つ前のモデルになりますけれども、この間ですね、Amazon を見ていたら3万円切ってたんですよね、アクション4ね。確か5 Pro が新発売された時に2つ前のモデルアクション3がですね3万円を切って、最大で24,800円だったかな。アクション3はそこまで値段が落ちて発売されていたんですけれども、もしかするとですね、今後アクション4がですね同じようにそのぐらいまで落ちるかもしれませんし、特にアクション6の方をどうしても欲しいというわけではなければですね、アクション4もなかなか良いカメラなのでおすすめではありますけれども、とりあえずちょっとアクションカメラ使ってはみたいけれども、中華アクションカメラだと不安だし、何かメジャーメーカーで安いのないかなというふうに考えていたり探していたりされる方には、これからですね、お値段次第ですけれども、アクション5 Pro でしたりアクション4なんかはおすすめでしょうね。ただし今までアクション5 Pro を購入しようと思っていて、
モデルチェンジをしていきなりアクション6出てきましたというお方はですね、特に迷うことなくですね、アクション6の方を購入されればよろしいかと思いますね。で、DJI と言いますのは、結構ファームウェアなんかをいろいろですね、更新してくれるメーカーでもありますから、それを考えるとですね、今後どのように仕上がっていくのかなというところも楽しみでありますしね。なんやかんやとですね、お話の方をしてみましたけれども、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。